皆さんこんにちは。こちらはルークオーディオ H5 と A5 です。2台合わせて3万円を切る商品です。中華製の中でも最も安価なグレードの組み合わせです。今回はこれらの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。どちらもシンプルな作りです。リモコンも無線もヘッドホン端子もついていません。H5 は環球式のプリアンプです。真空管にテレビ用の 4BZ6 が使われています。フォノ入力に対応しています。サブウーファーの出力端子にローパスフィルターがついています。A5 は TPA3255 を使った D クラスのデジタルアンプです。30Hz から 200Hz まで連続的に可変できるハイパスフィルターを搭載しています。AC アダプターの電圧は控えめです。一般的な 48V に対して出力が少し下がるでしょう。これらの性能は測定で確認していきます。このモデルは販売元から提供していただいた新品です。外観を見ていきます。ボリュームはスイッチ付きです。少し回すとリレーが動作して電源が入ります。こちらはスピーカーの低音をカットするためのハイパスフィルターのつまみです。これも少し回すとスイッチが入って周波数が変わる仕組みです。つまみには周波数の目安がわかるようにメモリがついています。環球式のプリアンプは電源と入力切り替えが一緒になっています。トーンコントロールにはセンタークリックがついています。真上でフラットです。こちらのボリュームコントロールはクリック付きです。どのつまみも可変抵抗器を使ったアナログ式です。裏側を見ていきます。このスイッチはサブウーファー出力の広域をカットするためのローパスフィルターの切り替えです。フォノ入力の隣にあるハイパスフィルターはサブソニックフィルターのようです。こちらはプリアウトの端子です。これをサブウーファーにつないで使うこともできる作りです。こちらは環球式プリに付属する AC アダプターです。小型軽量にできています。こちらはデジタルアンプに付属する AC アダプターです。一般的な 48V のタイプに比べて小型にできています。デジタルアンプの天板はガラスになっていて、オペアンプの交換と照明の色をカスタマイズできます。中身を見ていきます。オペアンプと照明の色を変えるためのディップスイッチが見えます。ボリュームのつまみはアルミの削り出しです。最近の中華製品はこういう安価なモデルでも金属でできています。リレーが2箇所あります。中身はシンプルなアナログ回路です。環球式プリの方を見ていきます。真空管はアメリカ製のようです。こちらのつまみもアルミの削り出しです。フロントパネルに厚みのあるアルミ板が使われています。
多くの部品が表面実装です。裏面には何もついていません。片面実装です。シールドの中身を見ていきます。これは真空管を駆動するための高電圧を作る回路のようです。それでは測定結果を見ていきます。まずはデジタルアンプ A5 の歪みから確認します。この結果からすると低歪みで再生できる限界は 80W です。AC アダプターが 48V のモデルは 100W ぐらいまでいきますが、これでも十分な性能です。音色を決定づける周波数特性を見ていきます。ほぼ完全にフラットです。このアンプに音色はありません。カト応答も完璧です。いつも通りの結果です。こちらはハイパスフィルターの特性をつまみのメモリに合わせて測った結果です。ほぼメモリの数字通りです。日本の6畳までは低在波の関係で 90Hz から下を使うので、この付近のメモリが欲しいところです。こちらは背面にあるプリアウトの結果です。この端子はハイパスフィルターと無関係ですから、サブウーファーにつないで使うことができます。こちらはダイナミックレンジです。117dB くらいあって、しかも直線的に伸びています。デジタルアンプは途中から直線を外れるのが普通でしたが、この問題も見られなくなりました。こちらはダンピングファクターです。300くらいあります。これは昔の高級機並みです。フィードバック機能のおかげで、こちらの性能も十分になりました。アンプの価値を決めるギャングエラーを見ていきます。回転角の小さいところの誤差が大きくなっています。可変抵抗器でこの程度の誤差はどうしても出てしまいます。20% 以上回せば問題ない性能です。今度は環球式プリアンプ H5 の性能を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。完全にフラットです。このアンプにも音色はありません。カト応答も完璧です。こちらはサブウーファー出力端子の特性です。スイッチの切り替えで2種類の特性を選べますが、周波数が高すぎてあまり意味のない機能になっています。こちらは歪みの特性です。環球式なので結構大きな歪みが乗っています。こちらは実際の歪みの様子です。3次高調波までの綺麗な形をしています。歪みが大きいと言っても耳には聞こえないレベルです。スイッチング電源で駆動するため、ハムノイズも皆無です。こちらはプリアンプの価値を決める出力インピーダンスです。1キロオームあります。これはこのクラスの標準的な性能です。こちらはボリュームのギャングエラーです。これもアナログ式の可変抵抗器なので、回転角の小さいところで誤差が大きくなっています。40% から上はほぼゼロです。環球式は真空管の個体差が問題になりますが、このアンプにはオートバイアスのようなフィードバック保証が入っているようです。このプリアンプはフォノ入力に対応していますので、性能を見ていきます。こちらはフォノイコライザーの周波数特性です。低域が RIAA のカーブからずれています。ハイパスのスイッチをオンにするとサブソニックフィルターが入りますが、聞き始める周波数が少し高いようです。こちらはレコードのランダムノイズを再生した結果です。
赤い線は標準的な値の結果です。青い線は今回のアンプです。広域がかなりドロップしています。これはどういうわけでしょう。フォノ入力の回路を確認します。一番右の端子がフォノ入力です。信号を追っていきます。この辺りがフォノ入力の回路です。どうやら標準とは違う回路になっているようです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は環球式プリと組み合わせた時のアンプの音です。この組み合わせでは2台のアンプをケーブルでつなぐ必要があります。この場合のケーブルは音に関係しないので、その辺のものを使いましょう。真空管アンプには真空管の音があるのか、安いアンプの音は安っぽいのか、それではどうぞ。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。
いかがでしたでしょう。真空管の音が分かった方はどんな音だったかお聞かせください。シンプルで性能の良いアンプです。安いからといって性能が劣るわけではありません。デジタルアンプの性能は TPA3255 という IC チップで決まっていて、昔の高級機と同等です。もはやアンプに性能を求める時代は終わったと言えそうです。2.1 チャンネルのシステムではメインスピーカーの低音をカットする必要があります。マスターボリュームと並んで配置されるハイパスフィルターのつまみのおかげで 2.1 チャンネルシステムの調整が大変やりやすくなっています。環球式のプリはハムノイズや真空管の個体差の問題をなくした現代的な設計です。効率のいい電源のおかげで消費電力も小さくなっています。フォノ入力の特性がおかしなことになっています。広域を抑えた独特の音色です。気になる人はトーンコントロールで補正するといいでしょう。Duke Audio H5 と A5 は2台合わせて3万円を切る商品です。安いからといって性能や音質が劣ることはありません。外観もアルミのボリュームノブとケースのおかげで安っぽさを感じさせません。これは真空管の雰囲気を味わいつつ手軽に音楽を楽しめるアイテムです。ご視聴ありがとうございました。